お兄さんどこに向かってるんですか？ちょっとオーディオ沼に。どうも熊五郎兄さんです。本日はこちら雑誌ですね。ステレオオーディオ系の雑誌で数少ない信用できる雑誌だとお兄さんは思ってるんですけど、今回ねこの付録ですね。これ古いんですけど2013年1月1日発行って書いてある。だから8年前の雑誌ですね。で用があるのは付録なんですけども、ラックスマン共同企画ヘッドホンアンプ付き USB DAC LXU-OT2 ですね。この DA コンバーター付きのヘッドホンアンプ、これをちょっとね今回改造してみようかなと思って購入しました。そう、ステレオはね、お兄さん昔カーオーディオにすげえハマってて、その時よく読んでたんですよね。これはカーオーディオの雑誌じゃないんですけど、よく読んでました。でカーオーディオはもうめちゃめちゃ金使っちゃったんで、その時の教訓で高いユニットはやっぱ買っちゃダメなんですよ。キリがないんで。オーディオは今だとパソコンから音楽聴く方多いと思うんですけど、それこそ USB DAC 買ってアンプを買ってスピーカーを買って音に満足して、で1年ぐらいするとどうしても飽きるんですよね。こういう雑誌を読んだりとか、あとオーディオショップに行って視聴したりとかすると、やっぱり自分のステレオももっと良くしたいとかねなってきて、そうなると自分の持ってるものよりも必ず高いものを買うようになるんで、当然ですよね。買い替えなんで高いものってなってくるんでキリがないわけですよ。なのでお兄さんはもう高いものは絶対買わないって決めてるんですね。でこれはね、そうだね、発売された時も2800円で、これもねこの値段より安く買ってます。付録付きで。で実はねこの LXU-OT2 っていうこのヘッドホンアンプ付き USB DAC なんだけど、これね持ってるんですよお兄さん。パソコンに今繋がってます。正直ねそんなに音がいいわけじゃないんです。この間ウォークマンの Z シリーズ修理しましたけど、あれの方が全然音いいです。でその程度なんだけど、やっぱ安いし、なんかこれからこういうねオーディオとか揃えたいなっていう人のなんか参考になればいいかなと思ってもう一個買ってみました。で似たような雑誌で USB DAC の付録とかついてて、そっちの方も試したことあるんですけど、それはね全然音良くなかったんですよね。パソコンから直接聞いた方が音いいみたいなそんなのもあるんで、ほい、ちょっと開けてみましょう。 USB ケーブルもついてんだね。親切でカバーと足 USB がここにつながって、でここはアンプに行くやつですね。 LR の RCA 出力、正面にイヤホンジャックですね。 3.5mm のイヤホンジャック、もう基本的に端子はもうそれだけですね。でイヤホンのボリュームですね。 RCA 出力の方はボリューム効かないです。イヤホンだけ。基板はこんな感じですね。 DA コンバーターがここについてて、オペアンプがここに2個ついてると。こっちがイヤホン用のオペアンプで、こっちのオペアンプは RCA 出力用のオペアンプですね。で今回やるのはコンデンサの交換とオペアンプの交換をやってみたいと思います。それで実際音がどれぐらい変わるのかね確認していきたいと思います。はい、これが普段使ってるやつですね。ちょっとほこり入っちゃってますけど、こんな仕上がりになります。足がついて上にプラスチックのカバーがつくやつですね。ちょっとこっちもバラしますね。ほこりが結構入ってますね。はい、とりあえず綺麗になりました。多分全く同じ基板じゃないかな。ここにあるリビジョンとかって書いてあるのも一緒っぽいですね。じゃあちょっとよく見ていきましょうか。はい、そしたらちょっと基板詳しく見ていきましょう。といってもね、お兄さんは電子回路全然わかりませんので、わかる範囲でね。これが DA コンバーターですね。BB だからバーブラウンですね。バーブラウンの PCM2704 っていう DA コンバーターがついてますね。あとはこれは水晶ですね。12キロの水晶がついてます。要はこの辺までが USB から入って、この辺まではデジタルなのかな。このちょうどこの辺までがデジタルの範囲になるんだと思います。こっち電源だろうね。プラス 12V なんで 12V 電源をこれが作ってんのかな。 USB5V だからね。5V でこの辺通って12V どっかで変換してて、ここから 12V が出てると。で多分 12V はこっちで使ってると思うんですよね。オペアンプの電源で。これが 12V だからプラス側、コンデンサ触りつつこのホールに入ってますね。 12V はここに来てますね。これはここに入ってるのかな。ちょっとね印刷されちゃっててわかんないけど、 12V はここから裏通ってこっちに供給されてますね。でこれがオペアンプで、イヤホンはこれですね。こっちが RCA 用、それぞれ独立してると。でオペアンプは JRC なんだっけ、日本無線だっけ
の 4556AD と 4558D 違いがついてるんだね。使ってるコンデンサーは全部同じっぽいね。ベントって書いてあるけど GS85 度。あ、これが名前かな。なんて読むんだろう。キャプクソンかな。ちょっと調べてみようか。ちょっと調べてきました。やっぱりね、これがメーカー名みたいで、台湾のメーカーみたいですね。なんか品質はそこそこで、安いサウンドカードによく使われてますって書いてあった。ただなんか105度のやつが有名みたいなんだけど、これは85度製品ですね。どうでもいいんですけど、今回はこのコンデンサですね、を変えたいのと、あとはこのオペアンプを変えて、音が変わるのかどうかチェックしていきたいと思います。で、部品なんですけど、こちら。戦国伝承さん、RS コンポーネンツさん、強立さん、これはマルチさんですね。オペアンプなんですけど、今回どうしてもバーブラウンのオペアンプが欲しくて、探したらね、RS コンポーネンツさんで国内在庫があったんで買いました。オペアンプはこちらですね。バーブラウン OPA2134PA ってやつですね。これに変えてみたいと思います。DA コンバーターがね、バーブラウンなんで、オペアンプもバーブラウンにしようかなっていう、それだけです。あと評判はいいらしい。ただバーブラウンのオペアンプって、もう偽物だらけらしくて、なので、RS コンポーネンツさんで購入しました。で、コンデンサなんですけど、こちらのリストを元に購入しました。LXU OT2 電解コンデンサハイグレード品にするならリストっていうね。ネットで情報探してたんだけど、ちょうどブログにあって、印刷させていただきました。で、物は違うんですけど、一応電源用のね、低インピーダンスキャパシタとか、オーディオ用キャパシタとかを選んで買いました。この表を元にね。で、この表はこちらのページに載ってるやつですね。で、ブログの情報動画で使っていいですかってOK いただきましたので、一応ブログのリンクは概要欄に載せておきますので、見たい方はそちら見てください。で、一応容量とか、サイズとかね、この辺を元に部品を探して、一応この電源用とオーディオ用ね、カップリングコンデンサっていうのかな。一応それぞれでメーカーは合わせてあげたいなと思って、いろんなサイトから購入することになってしまいました。あ、綺麗にパッキングしてくれてるね。強立エレショップからは2個だけですからね、買ったの。はい、今回選んだのは、この銀色のが音響用のコンデンサーで、東進工業さんの音響用ハイグレード電解コンデンサー。オーディオ用はね、これで全部揃えました。で、こっちが電源用だね。これはね、ルビコンのコンデンサーですね。ここの注意書きの通りにね、C3 と C4 用のコンデンサー、25V のコンデンサだね。メーカーはルビコンなんですけど、レギュレーター用のコンデンサなのかな。それに低インピーダンスのコンデンサ使うと発信するかもって書いてあって、この2つだけは低インピーダンスじゃない通常のコンデンサですね、購入しました。それ以外のやつは全部低インピーダンス用ですね。電源用のルビコンの ZLH シリーズっていうのかな、なんかそんなやつです。はい、ルビコンと東進工業さんのコンデンサに交換していきます。で、オペアンプはバーブラウンのものに交換します。はい、それでは作業開始。はい、そしたらコンデンサ交換していくんですけど、一気に交換しちゃうとやっぱちょっと面白くないかなと思って、まずね、電源周りのコンデンサーだけ交換してみたいと思います。電源用に使われてるやつ、黒く塗っときました。じゃあやっていきます。このコンデンサー足曲げてありますね。だから引っかかっちゃうんだ。なんだろう、手でやったのかな。これで電源用のコンデンサーは取れましたね。電源周りだけコンデンサ変えてみました。ちょっとこれで一回聞いてみるね。こっちの何もしてないやつと聞き比べしてみます。で、比較用のイヤホンはゼンハイザー使います。一応ワサピの設定とか配達利用とかそういうのはやらないです。普通に Windows の設定で16ビット 48kHz にしてあるだけです。で、ちょっと視聴してみます。はい、視聴しました。音めちゃくちゃ良くなってる。絶対わかんないなと思ったら全然音変わった。まず音がめちゃくちゃ綺麗になって、
高い音も低い音もしっかり出るようになった。全然変わってる。なんか音もちゃんと広がるし、反響音がすごい綺麗に取れる感じ。なんかね、このままでいいんじゃないか説ありますね。いや、すごいね。めちゃくちゃ変わった。多分10人聞き比べたら10人わかると思う。ドラムのターンって音とか、すごいはっきりする。聞いてて気持ちいいですね。やべえな。いや、次、音響用のコンデンサ変えて、で、さらにオペアンプも変えるんだけど、なんかもうこれでいい感じしますけどね、お兄さん的には。まあ、買っちゃったんでやりますけど、だいぶ音変わりますね。本当にグレードアップしたっていう感じ。微妙な違いじゃないですよ。はっきりわかるぐらい違う。やばいね。これはね、本当に面白いわ。ちょっと次、音響用コンデンサの交換やってきます。はい、今度はこっちのコンデンサ交換していきます。さあ、つけてきますよ。おう。ギリ入らん。いや、ギリ入る。ちょっと大きかったのかな。まあ、許容範囲ですかね。ちょっと押し込んでますけど。まあいいや、つけちゃいましょう。これで部品全部ついたかな。じゃあこれでもう一回音のチェックしてみましょう。はい、それじゃあ聞き比べやっていきます。はい、視聴行いました。なんかね、一応音の変化としては、高い音がくっきりはっきりするようになりましたね。あと、フラットに伸びる感じはあります。あと、ちゃんと高い音まで伸びてる感じはします。ただ、高音がはっきりする反面、ちょっと高い音うるさく感じますね。で、なんかエイジングとかそういう関係かなと思って、1時間ぐらい鳴らしてたんだけど、少し改善したけど、そんな変わんないですね。高級感のある音ですよって言われたら、ああ、なるほどって言えるけど、どっちが好きって言われたら、前のやつの方が好きかな。多分ね、周波数でいくと8キロとかその辺だと思うんだよね。がちょっと強く出てるんだけど、金属系の音がしっかり出るようにはなったのよ。あと、より高い音まで、反響音とかも綺麗に聞こえるようになったのね。なので、多分、性能的には上がってるんだと信じたい。変えちゃったから。ちょうど8キロとかその辺だと思う。ちょっとうるさいところがあります。違うコンデンサに変えたいかな。まだ今回はね、こっからさらにオペアンプの交換もありますので、とりあえずこのまま進みます。じゃあ作業に戻りましょう。あ、忘れてた。作業再開。はい、作業再開って言ったんですけど、オペアンプ差し替えるだけなんだよね。ここ。そんだけです。マーキングの位置を合わせて、この形で交換します。はい。これでバーブラウンのオペアンプに交換できました。いくらだったかな？多分ね、540円ぐらい、1個。で、こっちの新日本無線のやつはね、1個40円ぐらいみたいですね。別に高いからいいって話じゃないけどね。はい、じゃあちょっと聞いてみましょう。はい、それでは視聴していきます。はい、視聴行いました。一応ね、結果から言うと、この東進工業のコンデンサ変えた時に、高い音がキラキラしてちょっと気になったのは、なくなりましたね。で、全体的に力強くなって、ボーカルの定位が綺麗になりましたね。で、ボーカルの声がね、ちょっと生々しくなりました。ターとかツーとかのちょっと唾が飛ぶような感じの音をちょっと感じられるようになりましたね。ただね、そのオペアンプ交換したことによって、キンキンした音がちょっと抑えられたけど、別にほら、オペアンプって、それを抑えるために動いてるわけじゃないからさ、このルビコンのコンデンサに変えた時の透き通ってさらに力強くなった感じがすごい覚えてて、この東進工業のコンデンサに変えた時に音がキンキンして悪くなったのをずっと残ってるから、これはね変えたい。とりあえずお兄さんの趣味には多分合わないコンデンサなんだと思います。設計に対する相性とかもあるんだろうけどね、どうも気に食わないね。一応ね、UTSJ シリーズっていう東進工業の一番いいやつ買ったんだよ。オーディオ用のハイグレード品。これがね、電源に使ったコンデンサ ZLH シリーズ低インピーダンスのやつね。パソコンの電源に結構使ってるみたい。特にオーディオ用とかじゃないけど、全部これにしようかなってちょっと思ってます。もしくは戻したい台湾製コンデンサ一応ね、全部こうやって残してあります。それぞれ場所に合わせてね、一回戻そうかな。もったいないけど。あとこれのね、同じシリーズのパワーアンプもあって、そっちもコンデンサとか変えてみてもいいかもしんないね。あと比較用に買ったこっちの
ボード、こっち改造してない新品のやつ、新品で今使っちゃってるけど、改造したのはね、お兄さんがずっと使った古いやつなんですよ。今回買った新品のやつは改造してないんで、もしよかったらこれプレゼントで出そうかなと思ってます。なんかコンデンサ変えたりね、オペアンプ変えて遊びたいよっていう方は応募してください。一応ね、オペアンプをね、1個多く買ってるんですよ。バーブラウンの OPA2134 ってやつだね。結構評判良かったんで買ったやつなんだけど、1個余るんで、もしよかったらこれもつけます。オペアンプ付け替えて音の違い楽しんでもいいし、コンデンサ付け替えて遊んでもいいし、応募は Twitter の方に応募してください。あ、そうだ。はい、今日は北海道産小豆使用あんころ餅。あんころ餅ですよ。じゃあいただきます。美味しい。あんころ餅だね、これ。あんこも甘さ控えめで、餅がうまいな。あんこもね、ちょっとザラザラした感じのあんで、美味しいよ。このあんこ美味しい。このザラザラしたの好きなんだよね。これはいいですね。お値段税込み129円。北海道産小豆使用あんころ餅ライスケーキス with スイートビーンペースト。あんこはスイートビーンペーストらしいよ。はい、製造者わらべや日用デザート工場。カロリー147キロカロリー。これはね、いいですね。安いし。はい、ごちそうさまでした。はい、今回は雑誌ステレオの付録ラックスマンの LXU-OT2 USB タック搭載のヘッドホンアンプですね。こちらのカスタムの方やってみました。面白いと思うよ。あと安いんでね、多分ね、付録付きのちゃんとした中古の雑誌2000いくらとかで買えると思うんで、コンデンサも全部で1000円ぐらいなんで、やっぱりね、オーディオはね、数千円でいかに楽しむかみたいな、そっちの方が健全ですよ。3万円のダック、5万円のダックを買ってとかってやると、もう本当に沼なんで、このコンデンサどうなんだろうみたいな、何十円の部品で遊ぶっていう方がお兄さん的には健全だと思います。はい、ということで熊黒お兄さんの DIY では普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタンお願いします。あと応募は Twitter でね。それじゃあ熊黒お兄さんでした。バイバイ。